寝たまま腰振るだけで超簡単に誰でもできる骨盤底筋トレーニングやっていきます。まず、仰向けに寝てスマホを見ながら、膝をこんな感じで曲げて、左右に倒していきます。左右に膝を倒します。で、この時ですね、肩甲骨が、床からこうやって浮かないようにしてほしいです。肩甲骨は床からつけたまま倒す。で、膝がちゃんと床についてほしいです。これどっちかがね、倒れづらいとか、肩甲骨床から浮いちゃうよって方いらっしゃると思うんですが、これ1回でね、やった後かなり変わりますので、今のこの感覚覚えててください。呼吸を止めないようにしましょう。これも寝ながらできるダイエット、ストレッチ、骨盤底筋トレーニングなんで、ベッドの上でも布団の上でも、こうスマホ見ながらね、気軽にやってみていただければと思います。よし、OK。そしたら、足は肩幅ぐらいですね。で、そのまま膝90度ぐらいで、お尻を持ち上げる、下ろす。お尻を持ち上げる、下ろす。これ繰り返しましょう。裏もも、お尻使う感覚があれば OK です。で、この時、あんまり腰が反らないようにしましょう。お腹はへこましたまま、お尻を持ち上げる。で、この時、裏ももお尻触って、あ、硬くなってるな、使ってるなって感覚があれば、それで OK です。呼吸止めないようにしましょう。これ自分のペース OK です。無理しなくていいです。そして、きつい方、サボりながらで OK です。頑張れる方は、膝同士つけちゃいましょう。膝同士つけたまま、お尻を持ち上げる。こうすると、内ももにも効きます。膝同士つけて、内ももギュッと力入れたまま、持ち上げる。下ろす。これ繰り返しましょう。呼吸を止めないようにしましょう。で、きつかったらね、こうやって一回、途中でサボる。これで OK です。よし、OK。そしたら次は、ちょっと難しい種目いきます。上半身は床につけたまま、お尻だけ持ち上げます。上半身床につけたままで、お尻だけ持ち上げる。これ、繰り返していきましょう。できますか？まさにこれ骨盤底筋を使うトレーニングなんですが、腰も肩甲骨も床につけたまま、お尻だけ持ち上げる。で、難しい方、ちょっと手でこうやってサポートしてもいいですし、これ、腹筋、この下っ腹力入ってほしいんで、下っ腹に手を添えて、この下っ腹力入る感覚あれば OK。裏ももお尻の筋肉だけ使って持ち上げます。できますか？これ難しい方、ちょっと腰こうやって浮いちゃってもいいです。でも理想は腰、床につけたまま、肩甲骨も床につけたまま、お尻だけ持ち上げる。ラスト1回上げます。よし、OK。これちょっと難しかったですね。そしたら次は、こうやって仰向けで寝たままですね、このまま、お尻を左右に振っていきましょう。こんな感じ。左右に振る。これ、できたら膝は閉じといてほしいです。左右に振る。こんな感じ。見えますか？左右に振る。で、これ、スピード勝負じゃないんでいいです。自分のペースでできる範囲で OK です。呼吸を止めないようにしましょう。こんな感じ。で、皆さん気づいてるかもしれないですけど、この動画ね、ちょっと一種目あたりの秒数を45秒から1分ぐらいね、気持ち長めにしてあります。なんで、できる人はぜひ頑張ってほしいんですが、もしどうしてもね、きつかったら途中で10秒サボったりとか、なんなら1種目飛ばしても OK です。ちょっといつもね、動画もしかしたらちょっと長いかなと思って、今日短めの動画にする分、1種目の、秒数ちょっと長めにしたので、一緒にね、頑張っていきましょう。よし、OK。そしたら次は、仰向けに寝たまま、腰をひねります。右足を左、こっちにひねります。こんな感じです。膝床につけて、で、この上半身なるべく真上向く、真上向く。右の腰、お尻、背中伸びてれば OK です。膝は床につけてください。上半身は上向く。呼吸を止めないようにしましょう。いまいちね、伸びないよって人は一回戻して、もう一回ひねり直す。で、こっちの足、低い位置だと伸びないです。なるべく高い位置に持ってきて、上半身は真上向けましょ
呼吸止めないようにしましょう。これ本当に寝たまま全てできるので、寝る前とかね、寝起きとか、もうベッドの上、布団の上、絨毯の上、ヨガマットの上、どこでも OK です。よし、OK。逆いきます。これで左足を、右、こっちにひねります。左膝をしっかり床につけてもらって、上半身はなるべく真上向く。左の腰、お尻、背中、伸びてれば OK です。そしてですね、この今日の動画からちょっと新たな試みをします。僕が見た YouTube のコメントの中で、素晴らしいな、他のズボラーの皆さんにシェアしたいなと思うコメントを、最後の種目でですね、僕ちょっと最後の種目やりながら紹介しますので、今後もね、ぜひ、私頑張ってるから私のコメント、みんなにシェアしたいって方は、コメントにね、どんどんいろいろ書き込んでいただけたら、毎回、今後動画の最後に、ストレッチ動画の最後にね、いいコメント、シェアしたいコメントをシェアしていくことにします。よし、OK。そしたら次はですね、股関節回し、いつも通りやっていきます。左足、内から外です。内から外、大きく回していきましょう。内から外。こんな感じです。なんで、自分から見て時計回りですね。で、これ、結構、骨がボキボキなるよって方いらっしゃると思うんですが、痛みがなければ OK です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回しましょう。痛みがない場合は、ゴリゴリになっても大きく回して OK です。で、この反対の右足、伸ばしてても曲げてても、どっちでも OK です。そして、いつも言ってる通り、毎日必ずやらなければいけない。そんなことはありません。週に1回でも習慣化。これ絶対忘れないようにしてください。毎日必ずやること、短期間で成果を出すことが目的じゃないです。ズボラストレッチの目的は習慣化です。習慣化の定義は週に1回でもできれば習慣化なので、無理せずできる範囲でやっていきましょう。もしね、こういう種目もきつかったら最後の10秒サボって OK です。よし、OK。逆いきます。右足、これも内から外に回していきます。内から外。大きく回します。こっちも同じくです。ボキボキになってもね、痛みがなければ OK です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回していきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。で、これなんでね、週に1回でも習慣化とか毎日じゃなくていいっていうかっていうと、なんかすごいコメントとか DM でいただくんですよ。毎日必ずやらなければ意味ありませんかとか、このね、僕のスマートタンパク、プロテインも、毎日飲めなきゃダメですかと、毎日朝ごはんを置き換えなきゃダメですかって質問いただくんですけど、そんなことないです。もちろん毎日やった方が効果高いですけど、そしたらね、ズボラじゃなくなっちゃいます。僕は、習い事とかもそうだと思うんですけど、習い事って週に1回ぐらい多いじゃないですか。水泳とかなんか書道とか野球とかなんでも。でも、週に1回の習い事でも、続けてたら習慣化した、継続できたって言っていいと思うんですよ。だから僕は、週に1回でも習慣化って定義にしてます。よし、OK。そしたら最後ですね、膝、揃えて、膝曲げる。このまま最初と同じように、左右に、膝倒していきます。これ、最初にやったら覚えてますか？こうやって倒して、床は、上半身が床から浮かないでほしいです。肩甲骨床についたまま左右に振ってほしいです。だいぶ倒しやすくなった、上半身が浮かなくなった、等々変化をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。そしてお待ちかねのちょっとコメント紹介やっていきたいと思います。まず、一つ目のコメントめちゃめちゃ嬉しかったので、ぜひシェアさせてください。3年前、彼氏に褒められるために頑張るって書いたけど、3ヶ月前ぐらいに浮気されて別れたから、見返して自分を好きになれるように、また一から頑張りますよ。ぜひ頑張ってください。僕も応援してます。素晴らしい。次のコメントいきます。3年間続けたズボラストレッチを試しに1ヶ月やめてみたら、2キロも太りました。日々の代謝がガクッと落ちて疲れやすくなった挙句に、毎日の猛暑で動きたくないっていうのも原因です。食べる量が増えたわけではありません。代謝が落ちるって怖いと感じました。8月に入り、慌ててズボラストレッチしてます。毎朝3つのメニューを30分かけてやってます。朝食をプロテイン、スマートタンパクに置き換えして、食事も気をつけてます。2キロ落とします。気づけてよかったですね、1ヶ月で。素晴らしい気づきです。また今からね、再開すればいいと思います。よし、OK、お疲れ様でした。最後までできた方、ぜひコメントでできたよと報告お待ちしております。